どうもこんにちは、ギーキンボックスのサガです。みんな、ゴスペルベースは好きかい？俺は割と好きだい。ということで、ゴスペル系のベースね。米オタ的には結構注目度が高い界隈かなというふうに思うんですけれども、ゴスペル系のベースといえば、MTD、フェンダーのアメリカンデラックス。ナコンダベーシーズとか、ベースモッツとか、そういったブランド上がるかなというふうに思うんですけれども、今回ね、ゴスペル系のベース好きな方にめちゃくちゃおすすめしたいブランドを見つけました。はい、韓国系のブランドで、スイングギターズというところなんですけれども、なんとね、10万円台で買えます。はい。これね、めちゃくちゃいいんですよ。で、当然ですけど GIB が全てチェックして直してから売るので、ご安心ください。最高です。今回これの説明をします。ということで本編どうぞ。スイングギターズとは何かというところから説明したいんですけれども、スイングギターズっていうのは韓国系のブランドでジミーっていうおじさんがね、やってます。この間ね、上海で僕会ってちょっと話してきました。はい、すごくいい方で、アジアでね、こう工場を使って製造していくみたいな手法をすごく知ってる人なんですよね。やっぱ韓国系っぽい感じですよね。コルトとか、そういったところからの流れですよ。うまく工場を使っていいものを作っていくっていう。だから彼らは韓国の自社の工場でも作れますし、インドネシアでも作れるし、中国でも作れると。そして今回ね、紹介したいのは、インドネシアで作ったシリーズなんですけれども、これが本当に良くてね、見た目見てもらえればわかると思うんですけど、お察しくださいと。あ、ここが作ってたんだ、みたいな。はい、そういう感じですね。そういうね、OEM 系もかなり手広くやっていて、かなり仕事人なんですよね。おい、俊介、工場でギター作るっていうのはこうやってやるんだって、結構教えてもらいました。はい。その教えに従って僕はウーフィーとかいろんなものもね、やっていくわけなんですけれども、やっぱヘックスに続いて韓国系本当に熱いなと思ってます。韓国、インドネシア系ですね、正確に言うと。日本もインドネシア系で熱いところってありますよね。ヤマハアイバニーズですよ。やっぱね、インドネシア工場は熱いです。PRS もインドネシアで作ってます。G&L もそうです。あらゆるブランドがね、インドネシアで作ってますね。本題に入っていくんですけれども、今回ね、輸入したのがジャズデラックスというシリーズです。まずカラーリングね、かなりギラッとした感じでかっこいいですよね。この見た目からもうそっち系だっていうことを分かってもらえればって感じです。シースルー系のカラーとして、レッド、ブルー、パープル、ブラックといったものが用意されています。シースルーに関してはキルテッドメイプルだったり、何かしらのね、エキゾチックのメイプルトップが使われていますね。ソリッドカラーに関しては、ホワイト、ブラック、グリーン、ゴールドといった展開になっています。先ほどシースルーの方は何かしらのね、エキゾチックなメイプルトップだというお話をしたんですけれども、ボディバッグはアルダーになっています。そしてね、ソリッドカラーの方はアルダーボディだということです。基本的にはチェンバードボディになっていますね。やっぱりこの見た目はとても美しいですよね。単純に塗装のクオリティもかなり高いなと思いました。こだわりが持っているっていう話でしたね、実際のところ。そしてハードウェアの方に目を向けていきますと、ピックアップは韓国テスラ社製ということで、名前がすごいですけど、はい。これハムキャンセルピックアップですね。そこに4バンドのプリアンプを合わせているという形です。チェンバードボディにハムキャンセルタイプのピックアップを合わせているっていうところで、サドースキーだったり、菊池だったり、そこら辺とも少しね、キャラクターとしては似てくるかなというふうに僕は思いますね。ただ、プリアンプが2バンドのブーストのみじゃなくて、4バンドのブーストカットっていうところで、より主張の強いというか、俺たちはこういう音を作りたいんだぜっていうキャラクターが強いものになってるかなと思います。僕はね、割とミドルカットするのが好きな方ではあるんですけれども、このプリアンプに関しては割とどれもブースト方向で使うのが好きな感じでしたね。4バンドなんですけれども、ミドルが2つあるわけですよ。400Hz と 2kHz。これらが2つが中心周波数帯になっています。だからトレブルはもっと上の帯域だっていうことですね。やっぱり 2kg 出したら出してでやっぱり強いマッシブなアタック感が出るし、400Hz は少しローミッド寄りなんですよね。下げすぎるとやっぱりちょっとベースらしさがなくなっちゃうんですけど、上げていくと、やっぱり密度感が出てくる。うるさくなってくるっていうのと少し似てるんですけどね。ここら辺の塩梅が良くて、あと当然マスタートーンもついていて、そしてバランサー仕様だと。いうところで、とても好印象ですよね。サイヤのプリアンプとも少し近いかなというふうには思うんですけれども、このプリアンプとても出来がいいなと僕は思いました。そしてナット幅。これがね、44mm なんですよ。44ですよ。44か、みたいな。結構狭いです。ナローになってるんですよね。例えばですけど、これ、僕の私物のサスベースで、これかなりナット幅絞ってもらったんですよ。これで 45mm です。ちなみにジーニーもめっちゃ絞りましたけど、それとも 46mm です。44ってね、結構絞ってるんですよ。でも弾きやすかったです。はい。
僕は最近の流行りは、やっぱナット幅絞り目だなと思ってます。ナット幅絞るとネックサイズがちっちゃくなって、4弦ベースっぽいなり方に近づいていくんですよね。ここら辺はもう4弦ベースらしく5弦ベースを鳴らすには必須だなと思っています。だからジーニーもサスベースもナット幅は僕はね、絞ってお願いしてるんですけれども。じゃあ一方で弦管ピッチ何かっていうと19ミリピッチです。おーっていう。だからこうバチバチできて、かつ4弦ベースみたいになってみたいな。このプリアンプで俺たちの好きな音作るぜみたいな。まあそういうすごくコンセプチュアルなデザインだなというふうに思いましたね。インドネシアの工場で適当に OEM で作ったような感じでは全くないんですよ。よくある商社系の謎のオリジナルブランドとはちょっと違う点だよねとは、まあ思いますね。実力が全然違うよなと。はい。だから取引をしてるんですけどね。スイングギターズとは。はい。そして価格が10万円台中盤と。はい。まあ、かなりいい値段ですね。インドネシアで、精度高く作って、いいハードウェア乗せたらやっぱりいい音するよねっていうのはあらゆるブランドが証明してるわけですよ。例えばアナコンダベーシズなんかは、韓国で作ったり中国で作ったりしてますけど、やっぱいいピックアップ、いいブリッジ、そしていい検品で、やっぱりいい音作ってて、それで30万円台で売れてるわけですからね。正直スイング、めっちゃいいなと思いました。はい、そういう意味でね。あと、ネック周りの精度とか、そのフレットの綺麗さとても皆さん気になると思うんですけれども、ここら辺に関しては届いた状態で、全然悪くはなかったです。なんですけど、ナットもうちょっと攻めたいよねとか、日本人向けにはね、フレットもうちょっとこうだったらいいなとか、そういうのは GIB の方で完全にコントロールしています。で、GIB の販売の仕方としては、すべて検品してます。すべて、当たり前ですけど、すべて検品して直す必要があるところはすべて直して、もう最高の弾き心地で最高のサウンドで送り出してます。僕がいつも言ってる GIB の基準のセットアップでやってますね。これは100万円のケンスミスだろうと、10万円のスイングだろうと、5万円のヘックスだろうと何も変わらないです。すべて同じクオリティでやっています。はい。例えば、韓国で流通しているスイング弾いたことがあるっていう人にも一回ぜひね、日本で僕たちがやるスイング体験してほしいです。やっぱりとても素晴らしいクオリティになっているので、僕たちによるクオリティコントロール、検品、修正の技術だったり、そうしたところも加味して、スイングギターズちょっと試してもらえればなと思います。10万円台中盤っていうところで、なかなかね、オンラインだと買いづらい値段かもしれないなとか思ったりもするんですけれども、実際ね、今売り始めてるんですけど、店頭での制約率、思想した人が買う確率、これがすごく高いです。やっぱ納得するし、安っては思うと思います。正直めちゃくちゃ自信ありますね、スイングに関しては。だからぜひ触ってほしいと。ただ、マジで一本一本やってるので、あんまり大量に僕たちも取り扱えないっていうのは一つ悩みではあるんですけど、それだけ力を入れて、作り込んでるプロダクトだと、いうことで、スイングギターズと GIB が一緒にやってるからこそできる、こういう価格と質のバランスというか、最高の質なのにこんな価格いけるんだみたいな思ってもらえるかなと思います。正直僕はね、こういう視味性の高いものに対してコスパとかそういう言葉は使いたくないので、そんなに使わないですけど、いいよねとは思いますね。弾いてみてください。で、あと音はやっぱり気になると思いますから、そこら辺もね、チェックしてもらいたいなと思います。実際弾きます。はい。かっこいいプレイをしてもらおうと思うので、皆さんチェックしてみてください。僕も楽しみです。ということで、音をどうぞ。
全体的なサウンドはモダンなジャズベースといった印象です。クリアでありながらふくよかなローエンドと力強く明瞭なミドルレンジ、そしてやや空気感のあるプレゼンスを含んだ高音域が魅力的ですね。聴き心地はすごくスムースでした。形は基本的なジャズベースなので幅広い方にとって弾きやすいのかなというふうに思います。2つのピックアップと4バンドのプリアンプ、そしてマスタートーンで幅広い音作りが可能です。ミックスのポジションではベースとトレブルをブーストしたアクティブのジャズベースらしいサウンドで、ネックピックアップのポジションではベースとローミッドをブーストしたちょっとディープでふくよかなサウンドを、ブリーチピックアップのポジションではベースとハイミッドをブーストしてちょっとトーンを絞ったパーカッシブでタイトなサウンドで弾いてみました。特に現代の R&B、ファンク、ゴスペルミュージックが好きな方にお勧めしたいベースです。まさにそれらの楽曲で聴けるサウンドが手に入ります。カラーリングもめちゃくちゃいいですよね。これがまずマットブラックで、ブラックのブロックポジションがあって、すごい現代的でかっこいいなって思います。キュートメイプルがトップ材に貼られたモデルもあります。パープルです。レッドバーストです。アクアバーストですね。こんな感じ。スポルテッドメイプルがトップ材に使用されたモデルもあります。ブラックバーストっていうやつですね。めちゃくちゃかっこいい。シンプルなソリッドカラーもあります。さっき紹介した黒とこのホワイトですね。白にゴールドパーツめちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいメタリックカラーもあります。これがゴールドスパークルですね。めちゃくちゃかっこいい。その他にもメタリックティールグリーンというカラーもあります。見ての通り幅広いカラー展開なのできっと素敵な一本が見つかるんじゃないかなって思います。スイングギターズやってきました。いかがでしたでしょうか？もう音聞いてもらっただけで、そっち系ね、みたいな。わかると思うんですよ。ブリッジピックアップの単体の音も僕は結構好きで、結構いいなと思いました。カチカチすぎないって言えばいいんですかね。アクティブベースのブリッジピックアップの音は特にやっぱりカリカリした感じになりやすいなっていう風に感じていて、端的に言うと、ローとミドルが足りない感じというか、なんですけど、これに関しては、すごく塩梅いいなと思ってて、チェンバードとハムキャンセルピックアップのいいところはちゃんと出てんのかなっていう気もします。パッシブでも全然良かったので、僕としてはやっぱアクティブ好きだからアクティブでお勧めしたいですけど、せっかくだってデザインしてるわけだしさ、彼らがね。なんですけど、結構隙がないなと思いました。僕としてはこういう風に思うから、輸入を始めて大々的にね、何百万円もお金かけてやってるわけですけど、皆さんがちょっとどう思うかかなり気になるので、よろしければね、コメントしていただきたいですし、店頭でね、ちょっと試していただければな、なんて思ったりします。ということで、本編終わり。実際試して、値段見て、安いみたいな、って思うはね、やっぱあると思うんですよ。マジで。関係ないんですけど、僕ね、すごい好きなラーメン屋さんがあって、麺匠っていうね、ラーメン屋さんなんですけど、東京にあるじゃないですか。これが僕初めて行ったのが、関西国際空港の国際ターミナルの中なんですよ。保安検査所の中に、ラーメン屋さんがあって、日本しばらく来ないし、最後ちょっと食べていこうかなと思って、パッて、知らないで入ったら、まず一番デカデカと書かれてるメニューが、いくらっけな ?3000 円とか、3500円とか、たっけみたいな。インバウンドぼったくりラーメンショップじゃねえかよと思ったんですよ。うわ、みたいな。やっば、みたいな。こんなん絶対いっちゃ安いのしか頼みたくねえと思って、もう一番のかけそばみたいなやつ頼んだんですよ。それも1400円ぐらいしたんです、確か。それを届いて、チューって食べたら、安っと思いました。こんな美味しいのに、1400円とかそんなもんで食べちゃっていいのみたいな。もううますぎて。だからそれからは僕何かと口実をつけて、関西国際空港から出国しようと企んでますね。東京でも行きましたけど、はい。いや、本当に美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。やっぱね、度肝抜かれるよね。質が高いと値段に対してはやっぱ、うわーって思います。値段とこの期待値っていうのあるじゃないですか。マジの例えばでもうご飯ばかり申し訳ないんですけど、この前ね、香港行ったんですよ。香港行ったら、飯高いの。普通にランチの安そうなやつ食べても1700円とかするんですよ。もう麺所の方が安いじゃないかと思ったんですけど、高えみたいな。で、そこそこ美味しいんだけど、これを美味しいと素直に思えるのは400円の時だぞみたいな。なんでこれ3倍も4倍もすんだみたいなさ、思ったんですよね。やっぱ値段と期待値ってあるじゃないですか。この間上海行ったんですよ。上海行ったら、安っと思って、うまーみたいな。安っ、うまーみたいな。300円ぐらいで小麦粉練ったやつに麺つゆつけたやつみたいな。そういうのが出てきたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。これが400円だから美味しいんだ。1000円だったら美味しくないよねみたいな。いや、そういうのあるじゃないですか。そういう意味でスイングギターズはもう期待を裏切りません。こりゃ、すげえな、みたいな。すっげえなってなると思います。100万円のケンスミスいいの当たり前じゃないですか。
まあそれはいいよねってなると思うんですよ。ああ、でも欲しいな、みたいな。で、30万円の、例えば、菊池ギターズとか、サドスキのドイツ製のやつとか弾いて、ああ、結構いいな、みたいな。コスパいいかもな、とか思ったりすると思うんですよ。最近、あればコップロ100万とかするじゃないですか。いやーでもね、10万円台で、この体験できるの正直ちょっと完全新しいですね。今ってもうギター業界もう新しいフェーズ入ってきてて、中国とかインドネシアの工場とうまくやるのがやっぱり一番だと思うんですよ。うまくその例らの工場を使ってギターを作ってるっていう点において、韓国系のブランド、やっぱり歴史が長くてやっぱ強いんですよね。はい、結びつきも強いし、だって、大体コルト系だからね、インドネシアの工場って。つまりっていうことよ。学ぶところはすごく多いですし、はい、楽しいから皆さんにもぜひ試していただきたいです。日本のブランドでもね、インドネシアですごくやってるところあります。ヤマハ、アイバニーズ非常に素晴らしいクオリティ出してるなって、思いますね。あとは商社系で言うと、これは中国の話ですけど、キクタニミュージックとかは、中国のいい工場を捕まえて一緒にいい製品作って今出してますよね。10万円しないぐらいのヘッドレスうまいこと作ってるシリーズですよ。あれはね、中国で今大流行りしてるやつで、商社らしいいい製品だなと思いました。はい。他にもね、何個かもちろんあると思うし、僕が知らないだけかもしれないですけど、なんかいくつかのその日本のインドネシアで作ったものを見てると、まあ正直韓国系に全然負けてるじゃんって思ったりしますね。まあそれが、なんか僕韓国系の企業をたくさん扱いたいなと思った理由の一つなんですけど、やっぱり製品いいですね。プロモーションも綺麗ですし、いいなと思いました。だからそういう意味で言うとアリアプロとかもいいですよ。インドネシア製のアリアプロとか。良かったですけど、やっぱなんかマーケティング面もうちょっとやってほしいなとかも思ったりしましたし、いい関係性が僕の中ではより韓国側との方が強いなっていう風な印象です。まあ、それは質とかのデザインとか工業製品の製造っていう面でもやっぱりそうだなと思ったりしますね。ごめんなさいね。変な話ばっかりしてね。めちゃくちゃポジショントークだからあんまり怒んないでくださいね。はい。だって僕韓国に住んでんだもん。私はさ、韓国の人で仲良くなるし、なんか新しくて面白いなとか思ったりしますもん。日本でこんな本見たことねえな、みたいな。っていうね。はい、楽しい情報をたくさん出していきたいなと思います。はい。GIB なんですけれども、GIB 横浜、GIB 兵庫、そして GIB ソウルと、はい、3店舗あります、世界には。この先ね、もしかしたら GIB 上海やるかもしれない。GIB 台北やるかもしれない。どうしようかなって感じです。まあそこら辺意見あったら教えてください。日本国内もね、もう少し増やしたいなっていうふうに思っています。そして系列店としてギターショップトニーク、ギターアウトレット横浜といったお店もあります。ギターアウトレット横浜とギターショップトニーク横浜、そしてギーキンボックス横浜。ここら辺は横浜市西区平沼っていう場所にね、3店舗ございまして、歩いて行く距離にあるので皆さんぜひはしごしてみてください。楽しいと思います。ギターアウトレット横浜はね、ちょっとドン引きするぐらい安くしてくれって今言ってます。なかなかお客さん今増えないので、やっぱいい評価を増やしたいじゃないですか。いい評価を増やしたい。最初の時期って強めにサービスするんです。なんだってそうじゃないですか。ネットフリックス最初もっと安かったですよね。プライムビデオ無料でしたよね。そういう感じです。今。なんでぜひ使ってください。YouTube の他に Twitter、Instagram、Facebook、TikTok など数々のソーシャルメディアやっておりますので、よろしければそちらもね、チェックしてみてください。ベースギークカレッジというオンラインコミュニティ最近やっております。プロベーシストのね、関谷智隆さんと一緒にやっておりまして、機材のプロである僕、まあビジネスの方もそうですけど、と現場とか演奏のプロである関谷さんと一緒に、より深いベースオタクたちに面白い情報と届けられたらいいなと思ってやっておりますのでね、はい、よろしければチェックしてみてください。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。